こんにちは、トバログです。いや、今回はですね、ちょっと Galaxy Z Flip 5がね、ちょっと欲しいなっていう動画を撮っていこうと思います。この間はね、ちょっとこの Galaxy Z Fold 5について、ちょっとね、いろいろと、動画アップロードしたんですけども、個人的にね、やっぱり今回欲しいのは Galaxy Z Flip 5なんですよね。この間もね、実際に韓国に行って取材して実機見てきたんですけども、やっぱりね、このホワイトのモデル欲しいんですよね。いつの間にかなんか実機が生えてきました。というわけで今回はね Galaxy Z Flip 5のホワイトというかクリームがね届いたので、これをなんで購入したかっていうのとか、どういう風に使いたいのかみたいなのを紹介していこうと思います。このねクリームのカラー日本で出たのめちゃくちゃ嬉しいですね。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで改めて今回紹介していくのが au 版の Galaxy Z Flip 5の、256GB クリームモデルです。いや、このカラーリングとこのサイズ感と佇まいめちゃくちゃかっこいいですね。やっぱね、現地でも何回もね触ってるんですけど、動画撮りながらこうやってね、いろいろ紹介しなきゃとか考えながら撮ってると、あんまりね筐体をじっくりまじまじと眺めてみる機会ってそんなになかったりするんですけど、こうやってね手元に届いてみると、やっぱりこの合成というか質感みたいな作り込みとかがね最高にかっこいい印象です。Galaxy Z Flip 5に関しては韓国ドラマをねよく見る人とかだったら結構ね目にしてるんじゃないかなと思うんですが、その名の通りというかこの見た目の通りね、こっち側に画面もついていて、こっち側も画面がついているっていう折りたたみ式のねスマートフォンですね。これまでも日本でね Galaxy Z Flip シリーズずっとね発売されていたんですけども、今まではねここにちっちゃいね液晶ディスプレイがついていたりとか、表側の画面を使うっていうよりかはあくまでもサブディスプレイというか、本当に通知とか見るだけのディスプレイ的な感じだったんですね。なんですけど今回の Galaxy Z Flip 5に関しては、ちょっとね電源後から入れていくんですが、ここ全体にねディスプレイが備わっていて、壁紙を変えたりとか、あとここでね YouTube 動画を見たり、メールとか LINE の返信をしたりっていう、そういうね、基本的に閉じた状態でできるようになっているっていうところが、魅力的な端末かなと思います。もともとねトバログ的には Galaxy Z Flip 3ぐらいからちょっと買おうかなどうしようかなっていうのはね悩んでたんですけど、このね5に関してはこのクリーム色のカラーが出て、これがね本当にかっこいいなっていうところもあるし、筐体の見た目的にも本当に洗練されてきたところがあったので、今回思い切って購入したっていう感じですね。なんか結構最近ね街中歩いてても若い世代の人たちがフリップシリーズをねこうなんかケースに入れてこう首から下げてたりして、そういう使い方見てもなんか新しいなとか思ったり、実際ね韓国に行っても iPhone と、Z Flip シリーズのね、割合が半々ぐらいでめっちゃ使ってたんですよ。特に女性を中心になんか小さいカバンに入るからとかいうところでね使ってるみたいなんですけど、結構ね身軽な格好をしてることが多いので、そういう意味でもなんか実際生活に取り入れたらどんな変化があるんだろうっていうのがね気になっていて欲しくなったっていうところですね。あとこのサイズでお財布携帯ついてるのめちゃくちゃ熱いですっていうところで、今ねちょっと電源を入れてね初期設定をしているタイミングです。ワンタップでデータがねバックアップされて通信でコピーできるのはめっちゃ楽ですね。はい、今ね初期設定中なので改めてねちょっとスペック的なところをお話しします。カラーに関してはミントとグラファイト、クリーム、ラベンダーの4色展開ですね。で手元にはこのミントとクリームがあります。クリームとはいえ結構ね真っ白系の白なんですよね。このカラーが本当に好きなので僕はカラーをクリームにしています。基本スペックはこんな感じですね。 CPU もかなり強い Galaxy 専用に作られた、ハイスペックなモデルを搭載していたりとか、ディスプレイに関しては閉じた時に表示されるカバーディスプレイと、あとこうやって開くと普通のねスマホ的に使える、メインのディスプレイという感じで合計2枚搭載しております。でカメラのね使い勝手は結構面白いので後で詳しく紹介するんですが、その他ねメモリーは 8GB でストレージが 256GB っていう感じですね。重さに関してはね 187g なのでめちゃくちゃ軽いっていうわけではないですね。このサイズ感がメリットとなる端末かなって感じですね。ちなみに個人的にね Galaxy シリーズで一番恩恵を受けている DeX モードに関してはなんと非対応なんですね。これ噂の段階ではね対応してくるんじゃないかっていう話があったんですけど、
ど、そこはねちょっと残念ポイントです。で本体についてね軽く見ておきたいんですけども、今回やっぱり変更された点としてはここのフレックスヒンジですね。全く隙間なくここにね完全にピタッとなっているこの佇まいの良さが本当にかっこいいですね。でこうやって開く時も結構滑らかな感じでこの薄さになるんですね。この薄さで閉じるとどこにバッテリーとか、CPU 入ってんだって感じなんですけど、底面を見るとスピーカーがここに備わっています。でここにね USB-C ポートでマイクっていう感じですね。で上の部分にはねマイクがあるんですけど、スピーカーはちょっと見当たらないので、基本的にはここだけから音が鳴る感じですかね。こうやって映像を見た時に立体的に楽しめるっていうわけではないんですけど、それなりにちゃんとした音がここから出るようになっています。でここはねめっちゃ光沢感ってツルツルで、ここにねフェリカマークがなぜかちょっとずれたところにあるっていう感じです。ドコモのモデルだと多分ここにでっかくねドコモって書いてあると思うんですが、 au はそういう刻印がないのでかなりすっきりしてる印象です。で個人的に結構嬉しいのが電源ボタンがね指紋センサーと兼ねてるっていうところですね。こうやって持ってカチッと押せばこのまんまね指紋が解除できるっていう、ここでね結構いいです。でちょっとね開けると若干持つ位置よりも高い位置にね電源ボタンとかボリュームが来るので、この辺がちょっとカチカチって上に動かしたりとか、こっちでね音量調整しなきゃいけないっていうのがちょっとねめんどくさかったりはするんですけど、デザイン的にしょうがなかったのかなっていう感じがしています。 Galaxy Z Flip 5嬉しい点としてやっぱり防水性能を兼ね備えてるってことですね。 IPX8 相当なので、そのままね雨にずぶ濡れになっても大丈夫だし、水にねつけたとしても問題ありません。結構ね素材的に割と指紋がつきやすいもので、ハンドクリームを塗った後とかちょっとね外でずっと触っていると指紋が目立つんですけど、そういう時もちょっと水でさらっと洗ってあげれば綺麗になります。はい、じゃあここからはちょっとね Galaxy Z Flip 5の特徴でもあるカバーディスプレイでできることについて紹介していこうと思います。まずねこのディスプレイに関してはこんな感じで時計が表示されていたりバッテリーがね表示されているっていう感じで、基本的にいろんなね情報がここで見ることができます。まず機能性簡単に紹介しておくと、ここでねいろいろな通知が見れますね。これをタップすると内容まで確認ができます。でこの上から下にやるとステータスバーが表示されて、機内モードにしたりとか Wi-Fi とかそういうね設定が行えるようになってますね。でこうやって右側にねスワイプしていくと、こういう風にねいろいろなウィジェットがこのカバーディスプレイ専用の感じでこうやってね見ることができます。情報を天気を把握したりとか、あと予定を把握したりタイマーをセットしたりとか、そういう細かいことがねこの画面でできるようになってますね。今のところはねまだ対応アプリそこまで多いわけじゃないんですけど、例えばマップとか LINE とか、YouTube 動画とかですね、そういうのもこのね小さな画面で見ることができます。こんな感じ、一応ね小さいながらも結構綺麗な画面でこうやって見ることができるので、例えばねこの辺に机のこんな感じで立てておいて、それでね動画をこうやって見るっていう使い方も全然できてしまいますね。この使い方意外とおしゃれな感じ。 LINE もねこんな風に表示することができて、こうやってね LINE の画面を見たりとか、あとはこれでね直接もうこれで画面で返信することができるんですよね。これ結構すごくないですか？閉じたままやらなくても別にいいじゃんっていう感じではあるんですけど、本当にこのまんまできるのがちょっとね可愛いというかいい感じな気がします。で肝心のねカバーディスプレイのデザインはこんな感じでいくつかねプリセット的に設定しておいて、保存しておくことができます。で新規追加っていうのを押すとこんな感じでねいくつもプリセットが用意されていて、その中からちょっとね自分に合った面白いものたちを選んでいくっていう、そういうねことができるようになってます。これねちょっと面白いんですけど、情報プリセットっていうやつだとこんな風にね、時計とか日時とかバッテリー情報とかそういうね情報をトップに置いておけるっていうものがあります。これでしかもねこれ色結構いろんな種類から選べるんですけど、例えばトバログだったら白が好きなんで白にして、ちょっとねマーブルっぽい感じじゃないのにして、かつね画像をこういう風に自分で設定してなんか好きな位置でねこうやって保存するっていうことができるんで、意外とねこの辺発売されたばっかりではあるんですけど結構選びようがある気がします。はい。でかつねテレビ CM とかでも結構訴求されてると思うんですけど、ここにねカメラマークみたいなのがあって、これをスライドするとそのままこのメインカメラで写真が撮れるんですよね。
このサイズ感のまま例えばこうやってパーにするとそのまま取れるっていう、でこの手のひらに収まるぐらいのサイズ感で気軽にこう自撮りできるっていうのは意外とねいいです。自撮りするときはパーにしてもいいし、画面タップでもこのね音量ボタンでも撮影できるっていう感じです。でこれをちょっとこうやると広角モードでね撮影がこんな感じで行えたりとか、個人的に結構いいなと思うのがこの動画モードですね。このサイズ感でこれ結構気軽に Vlog 撮れそうじゃないですか。このね設定とかを選ぶと、例えばねこの9対16みたいなのがあって、これにするとね 4K でこのまま撮影ができて、最大 4K60p までね収録ができます。こんな風に今ね Galaxy Z Flip 5の方で撮影しているんですけども、こんな感じで普通に気軽にこのね手に持った状態、この感じのまんまこうやってね撮影できるっていうのが結構ね魅力的ですね。こうやってね立てて動画を撮りたいってなった場合は基本的にねTikTok 撮る時みたいに縦型になるところが注意ですね。YouTuber 的にはねこう横型で見せてくれた方がちょっと楽なんですけど、そのね撮り方はちょっと難しそうな感じがあります。横向きでも撮れるんですけど、その場合はね解像度がフル HD までとなります。結構ねこう面白く撮影ができるんじゃないかなと思っているので、ちょっとね Vlog で後で撮っていこうと思います。はい、今ね折りたたんだ状態の1倍で撮影してみてます。手ブレ補正はオンになってますね。結構割とギャラクシーのカメラ全般なんですけど、こってりとした雰囲気の味付けになる気がします。クイッとやるとこれで 0.5 倍ですね。0.5 とかだと結構ね近くにこうあんまり不自然にならないように手持ちでこう Vlog が撮れる感じがあります。でマイクは内蔵を使っています。腕を最大まで伸ばすと結構な雰囲気で撮れる感じ。はい、今ね手ブレ補正をオンにして歩いています。あんまり手ブレしてなさそうで結構すごいわ。 4K30p かな感じで遠くを撮ったり、あとはこの今1倍なんですけど、こうするとよいしょすぐにねワイドに切り替えられる感じですね。ワイドにするとちょっとあれかな、暗いところで寿司三昧です。よいしょ、見えんのかな、寿司三昧本店すごっ、ツインGalaxy Z Flip 5に関しては結構ねケース類も純正でもね、割とラインナップが多くて、で韓国とかだと普通に流行ってる端末なので、純正以外のねケースも結構あったりするんですよ。でトバログはというとですねちょっと全然方向性やばそうな感じなんですけど、実はね前にも任天堂スイッチライトを色を真っ白にするっていう動画でも紹介している D ブランドっていうメーカーのスキンシールを今回購入してみました。いろいろなカラーから選べるんですけど、やっぱり白系で統一させておきたいというところがあって、このマーブル調大理石調のちょっとエレガントなモデルと、あと普通に白いだけのスキンシールなんですけど、真っ白いねスキンシールを購入しています。これねクリームカラーなんですけど、こっち側はやっぱりディスプレイを搭載している関係でベゼルが黒いんですよね。なのでそこまで真っ白にできそうだなっていうところで、ちょっとこれは楽しみです。今回はねこの D ブランドのスキンだけじゃなくて、画面全体をね覆ってくれるこのミヤビックスの、液晶保護フィルムと、あとモフトの結構ね薄型のマグセーフに対応するためのステッカーなんですけど、これもね一応買ってみています。ミヤビックスのねこのフィルムに関してはこの画面全体をねこうやって覆ってくれるのがいいんですよね。なんか他のガラスフィルムとか見るとこの画面のここだけをね覆うみたいなものが多くて、それだとちょっとゴツゴツしちゃうかなって感じだったんですが、これはねガラスじゃないんだけどこの全面を覆ってくれるので、その点が結構いいかなと思っています。ちょっとね悩みどころとしてはこのね D ブランドのスキンシールの方がちょっと大きいんですよね。なので本当はねこれを貼ってから画面を保護しつつこのねスキンシール貼ろうと思ってたんですが、ちょっとサイズ的に本当に2ミリぐらいねこっちの方が大きいから浮いてきちゃうんじゃないかなっていう心配はあります。
はい、こんな感じで綺麗に貼れました。指触りはね、ガラスの方が好みではあるんですけど、これもね、高光沢で結構綺麗にもう貼ってないかのような感じで写っています。この上から果たしてスキンは貼れるのかっていうところをちょっとやってみます。まずはね、背面からですね。割とこのフリップ5の場合だと結構指紋がつきやすくてベタベタとしているので、早くね、スキンシールを貼っていきたいです。めっちゃいい。この光沢がない感じの白最高ですね。これめっちゃいいわ。微妙にこの辺とか浮いてるから、もしかしたら失敗するかもしれないんですけど、とりあえずやってみます。はい、表側もね、一応こんな風に成功したっぽいですね。この端っこのこのちょっとした2ミリぐらいのところ、ちょっとどうなるかなと思ったんですけど、一応ね、ドライヤーでバーってやって柔らかくね、吸着している感じなので、今のところは問題ないかなと思います。ただね、ちょっと、この辺しばらく使ってみないと剥がれてくるかどうかわからないので、ちょっとね、自己責任的な感じですかね。カバーディスプレイをね、こういう色にするとそんなにね、違和感がない気がします。これはいいですね。なかなか今回ね、モフトのこのマグセーフ対応のステッカーも買っていて、本当はね、これ最初に貼ってその上からスキンシール貼ろうと思ってたんですが、微妙にね、厚さが1、2ミリぐらいある感じなので、ちょっと難しいかなということで、一旦ね、これはなしにしようと思います。また必要性に駆られたらね、こうやって貼り付ける感じがいいのかなと思います。はい、というわけで Galaxy Z Flip 5、まだまだね、使い込めてないところもあるんですけど、サンプル機を含めてね、2週間ぐらい使ってみた感想を紹介しようと思います。まずね、いい点、やっぱり一つ目としては、このサイズ感で持ち歩けて、しかもね、お財布携帯に対応しているっていうところですね。この見た目可愛くて、めっちゃコンパクトでね、この感じすごい今気に入ってるんですけど、このままこうポケットとかから取り出して、こうピッてね、やれば Suica が使えたりとか、あと楽天エディとかね、そういうので支払いができたり、このね、なんかミニマルさっていうのがすごいね、気に入っています。若干ね、普通のスマートフォンよりは厚みがあるかなって感じなんですけど、その分ね、半分サイズでコンパクトなので、ポケットに入れた時にそんなにね、なんかこう邪魔にならずにというか、特にね、僕の場合自転車で移動したりすることも多いんですけど、自転車で移動するとどうしてもやっぱりポケットからね、落ちそうになるっていう問題があって、そういうね、シーンとかでも気軽にこう持ち運びやすいっていうところがメリットかなって感じですね。で、あとはやっぱりこういう形状なんで、こうやってね、机の上に立てて、ちょっとね、この今は明かりがついてるんですけど、電源をね、オフにした状態でもこうやってね、常に Always on Display みたいなので、こう時計代わりにして置けたりとか、で、あとはね、動画を見るときとかもこうやって立てておくと、これこういうね、フレックスウィンドウみたいなの対応してるんで、このまま、スタンド代わりにもなるし、ここでね、再生停止とか10秒早送りとか、そういうのが使えるのが意外と便利ですね。この使い方、普通のスマートフォンだとね、この後ろにスマホリングつけたりスタンドが必要だったりするんですが、こういうね、使い方だとちょっとカフェで勉強しながらこのね、英会話の授業を見るとか、そういうシーンでもね、役に立ちそうなので、そういう使い方はすごいありかなと思います。で、あとはね、これ個人的にはすごい朗報なんですけど、なんとね、Galaxy Z Flip 5 DP オルトモードっていうのに対応してるっぽいんですよね。DP オルトモードはこのね、USB-C を介して外部のね、液晶ディスプレイとかなんかモニターとかに接続して信号を送るっていうやつなんですけど、それに対応してるとこのAR グラス使えるんですよ。で、もともとね、僕 Galaxy Z Flip シリーズ購入をね、躊躇してた点としては、それがね、備わってないので、こういう AR グラスを装着して、こうね、コンテンツを楽しんだり、なんか新しいことにトライしようとしてもね、できないっていうところがね、ちょっと難点だったんですけど、Galaxy Z Flip だと、このまんまね、AR グラスのコンテンツをね、こうパカッと開いて、こうビームみたいにしてね、楽しんだりとか、映像をね、楽しめるっていうところが、これは正直めちゃく
くちゃ嬉しかったです。スペック紹介の時にね DeX モードっていうデスクトップモード的に使える機能は非搭載で残念ですねっていうね話をしたんですけど、これもしかしたらね開発段階ではこのね Z Flip 5にね DeX モード搭載する予定だったのかもしれませんね。そのためにこの外部ディスプレイと接続した時にね外部出力できる DP オルトモードに対応してると思うので、何らかのね、そういう遅延があったりとか、6が出るからそこに合わせるなのか、何らかの理由で DeX は搭載されてないんですけど、DP オルトにはね対応しているので、この AR グラスをこのねサイズ感で楽しめるっていうのが個人的にはめちゃくちゃ嬉しかったです。iPhone とか Pixel シリーズだと DP オルト対応してないので、このサイズでね乗っかってくれたのはめっちゃ嬉しいですね。個人的にね良かった点としてはそんなところです。で、逆に実際に使ってみてちょっと微妙だなって思うところももちろんあります。ガジェットなんでねいいところも悪いところもあるんですが、まず1つ目としてはバッテリー持ちがそんなに良くないかなっていうところですね。 Z Flip 5だと結構みるみるうちにねバッテリーが減っていく感じがあります。正直ね終日朝通勤で出かけて夜帰ってくるまでで、ずっとねそれで一日中バッテリーが持つっていう感じはあんまりしないので、この辺はねサイズ感はコンパクトなんだけど別途ねモバイルバッテリー的なのがあった方が安心感はあるかなと思います。特にね Galaxy Z Flip 5の売りって閉じた時のこのカバーディスプレイのね可愛らしさだったり、このね、ディスプレイを閉じた状態でも Always On ディスプレイにすることでねいつでも時計が見れるとかだったりすると思うんですけど、その辺ねちょっとバッテリー持ちとトレードオフなので、どういう機能をねオンにするかっていうのはちょっと迷いどころかなと思います。本当にね体感ベースの話になっちゃうんですけど、 iPhone でいうと12ミニシリーズの時に感じてたちょっとバッテリー持ち早いなみたいな、バッテリーの減り早いなって感覚に近いですね。で、2つ目としてはカバーディスプレイのねメリットでもありデメリットでもあるんですけど、できればねこの画面でもっといろいろなことがやりたいなっていうのが正直なところです。今のところこの待ち受けディスプレイとかウィジェットがねいくつか対応してたりするんですけど、ちょっとねもう少し例えばホーム画面のこの半分だけが現れて好きなアプリをね選んでこっちで楽しめるとか、そういうね使い方ができたらいいんですけど、現状はやっぱりねちょっと対応しているこういうアプリだけになっちゃうので、この辺ね閉じた状態でこれやりたいみたいなのがちょっとあったりしますね。よく言えばデジタルデトックスには最適なんですけど、ここでねなんかちょっとしたもう少しねアプリケーションの対応とかホーム画面が使えたりすると利便性上がるなっていうのが感じるところですね。で、3つ目としてはこのねフォールドシリーズもそうなんですけど、結構ねやっぱりディスプレイに指紋がつきやすいんですよね。このフォルダブルスマホのね宿命だとは思うんですけど、この内側って一応ね多分ガラスにはなってると思うんですが、その上からね柔らかいなんかフィルムが貼ってあるんですよね。そのフィルムって結構ね指紋が目立ちやすいので、どうしても普通にねこういうスマートフォンを使うよりもやっぱり指紋が目立ちやすい、そして取りにくいっていう難点があります。意外とねここの真ん中のラインとかは目で見るほど気になるところではないんですが、やっぱりねこうやって文字入力とかをしていると指紋のベタベタした感じがすごい残りやすいので、ここはねなんか解消できるアクセサリーとかそういうねフッ素コーティングみたいなのがあったらぜひコメントとかで教えてもらえたら嬉しいです。ちなみにこっち側にはミヤビックスのねフィルムを貼っているので、フィルムっていう特性上ね結構指紋が目立ちやすい状況になっちゃってますね。これに関してはね Galaxy Z Fold 5もね全く同じで、こんな感じで結構ね指紋が目立ちやすいっていう、デメリットはあります。はい、というわけで Galaxy Z Flip 5について実際にね購入した理由とか、こういう感じでドレスアップしてみましたよとか、ちょっと気になる点みたいなのを紹介してみました。結構ね本当に最近スマートフォンがたくさん出て、これからね iPhone も出るタイミングだと思うので、どれを買うかっていうのはねすごい悩みだとは思うんですけど、この動画も一つ参考にしてもらえたら嬉しいです。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。ぜひね気に入っていただけた方はチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。とぼろぐでした。